今23になりました。アルバイトしながら、貯金と修行をしてるって感じです。ふと冷静になった時に、あれこのままやってて大丈夫なんかみたいな、ちょっと将来に対する心配っていうのは出てきてましたね。もともとずっとアメリカには行きたかったんですけど、滑走で賞金取ったのがきっかけで、これはもう行くしかないっていうことで、プロになりたいんでまずは行くしかないと思って、行ったらどうにかなるっていう気持ちで行きました。とにかく刺激受けまくりましたね。全然別物ですね。スケボーとの出会いはここの西宮浜スケートパークが近所なんですけど、ちっちゃい頃に、6歳ぐらいの時にすごい上手いお兄ちゃんがいっぱいいて、その人たちに憧れて親にスケボーやりたいってお願いしたのがきっかけですね。とにかくこのいっぱい絵が描いてる場所がすごい異空間やと思うんで、子供ながらになんだここはみたいな、で上裸でスケボーしてる人とかめっちゃ飛んでるお兄ちゃんおるやんってなって、多分めちゃくちゃ衝撃やったんやと思います。ここがいつも滑りに来たりお世話になってるスポタカさんです。ナイキの靴もいっぱい取り揃えてます店員さんみたいですめちゃくちゃ来てるんで、ここはこっちがスケートショップで、その隣にスケートパークもあります。でも10年近く前から来てますね。スポタカはお世話になってます。そうですね、ハヤテはオーリーとかでも結構普通のオーリーじゃなくてもちょっとスタイル入れたオーリーとかしたりとか、ね、スケートボードやってない人でもパッと見ててもなんかすごいなって思えるんじゃないかなと思います。こういろんなこと結構できたりするんで、こうデモとかでも見せれるライダーじゃないかなと思います。昔はどっちかって言ったらその大会とかバンバン出て多分こう名前売っていこうって感じだったんですけど、多分もしかしたらなんかのこうターニングポイントじゃないけどあったりして、そこからちょっとスタイルとか自分のスタイルを出していくようにしたんじゃないかなと思いますね。中学生の時に全日本選手権とか出たりしてたんですけど、どうしても勝てなくて、結構3、4年連続ぐらい決勝まで行ってたんですけど、なんか審査員の気に食わないスケートやったらしくてやっぱり型にはまったスケボーしか受けなくて、それが悔しかったんで、でもスケボーは好きやし、どうやって続けていこうみたいな、それでそうですね、チョッパーくんのスケートとか、海外のスケートとかそっちの方に注目しだして、日本の中だけのプロ資格なんて必要ないなと思って、どうせ目標がアメリカならもうそっちに向かってストリートのスケボーしてやろうと思って、そうですね、映像撮り始めとかでいろいろ頑張ってて楽しくやってたんですけど、ふと冷静になった時に、あれこのままやってて大丈夫なんかみたいな、ちょっと将来に対する心配っていうのは出てきてましたね。
まあ、親は心配してくれてるし、今までスケボーのサポートもいっぱいしてくれてたんで、なんか何をフラフラしてんねんみたいな、なんかそんなんやったらもうサポートできないし、やるならもっと本気で頑張れみたいな、でもどうやって頑張ったらいいか分からへんねんみたいな、そういう揉め事とかもあったりして、高校卒業あたりはすごい自分にとってストレスな時期だったんで、あんま思い出したくもないぐらい揉めたりしたし、そうですね、前でもそこでそうですね、諦めなかったっすね。それでも諦めずにスケボー続けてたら何かあると思って、何年も何年も続けて、でやっとアメリカ行けたんですよ、滑走のおかげで。スケーターって街で嫌われてるとか、はい、いろんな偏見の目で見られてるって、それでいろいろ毎日不安とか、はい、自分の中で葛藤があって、だけどこういう番組でこういう場所用意してもらって、はい、そこで自分の実力で100万取れるなんて、はい、ほんまに夢みたいです。いやー素晴らしい。コメントも100点。いやちょっと泣きそうになりましたよ本当。最高でしたねLA に自分がサポートしてもらってるヘロインスケートボードの会社があるんですけど、そこのブランドの社長に挨拶しに行ってきました。 LA 着いて次の日からラスベガスに3日間ツアー連れて行ってもらって、でそこでもスケボー一日中して、で LA 帰ってきても毎日朝から晩までスケボーみたいな感じで、日本のパークの5倍ぐらいでかいです、パークがもう設計も何も違うし、ほんまにスケボー天国やなって感じですね。向こうのベーカーボーイズっていう大きいスケボーの倉庫があるんですけど、ボスにそこ連れて行ってもらって、好きな板こっから持って帰っていいよみたいな、選び放題で、初めて乗る板とかいっぱいあったんで楽しすぎて、もっとスケボーしたいみたいな。残りの1週間ぐらいはもう毎日ほんまに滑ってました。滑りまくってましたね。スケボーもめっちゃサイズアップしたんですけど、日本にあるパーツがもう合ってないっていうとにかく刺激受けまくりましたね。レベルアップして帰ってきましたいやもうどこ行っても言われましたね。滑走見たよみたいな。道端でプッシュしてたら「颯お前颯か!」って声かけられて、その人が滑走を見てたらしくて、ほんまにアメリカ来たんやみたいな感じで、その時スケートパークにプッシュで向かってたんですけど、俺の車乗ってけよみたいな感じで送ってくれたりとかで、しかもその人がスケートショップのオーナーで、うちの店遊びに来てよみたいなあったりとか、滑走効果やばーみたいなほんまに海外でバズってますね。すごいっす、滑走すごいっす。お疲れです。チョッパーってあるっすか？あ、おかえりおかえり。ただいま。板がバリワイドになってる。そう。これ 9.25。これはけどでかいな。重いな。いやでこれが楽しいねんな。アメリカ行ってました。はい、知ってます。楽しかったです。どない？いやもう毎日フォズがケアしてくれて。あ、まあよかった。毎朝朝ごはん連れて行ってくれて。けどまあフォズお酒飲まんからな。そうっすね。だから夜はもう帰ってもう昼間だけ会うみたいな。もうほんま健全なスケボーだけって感じや。そう。どう実力、まあ技術の部分だけ、まあスタイルとか一旦置いといて、
そのプロ上がれる自信はある？あるっすね。あてか頑張ろうと思えた。行ってまだ脈あるかなみたいな。行って心折れるんじゃなくてもっと頑張ろうって思えたから。まあヘロニの場合はどっちか言ったらスポーツマン的な要素というよりもやっぱどっちか言ったらクリエイティブな要素やったりとか、スタイルみたいな個性を重視にしてるんで全然プロモデル出せる可能性はあるんちゃうかな。あとは早手次第です。でその時ちゃんとプロモデル出せたら45%でいい。最後別れる時にボスに俺手紙書いて、初めて英語で手紙書いたんですけど、2週間ありがとうっていうのと、自分は今すごくハッピーですって言って、自分の家族にもハッピーになってほしくて、だから頑張るよっていうのと、今ヘロインのチームは俺にとって家族だからヘロインのために頑張るよっていうのだけ伝えて帰ってきたんですけど、それイコールもうプロになりたいってことやんって分かってくれるかなと思って、やっぱり現地のプロスケーターとファミリーと滑って、その意識のまま日本で修行して、またアメリカに行って向こうで結果出せたらプロになれるんかなみたいな。だからより一層プロになるつもりになれましたね。気合入りました。ちゃんと滑走終わってからのこの期間が自分の人生にとってすごい大きな分かれ道になったなって思ってます。めちゃくちゃいい風に今人生動いてると思います。